読書は推し活。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。明けましておめでとうございます。2026年最初の動画は、積読本を減らしたい2026年に読みたい100作品。今年は積読本100作読破チャレンジに挑戦します。積読本というのは、購入したものの積み重ねたまま、読まずに放置している本のこと。皆さんは積読本ってどれくらいありますか？私、改めて数えてみたら、なんと400冊以上ありました。罪深い。積読本があってもいいという意見もありますが、やっぱり作家さんのことを思うと申し訳なくて、ということで、罪悪感を少しでも減らすべく、今年は積読本の中から100作を読破することを決意しました。来月2月から毎月、読書の進捗を報告していきます。チャンネル登録をして見守っていただけると嬉しいです。そして、よろしければ皆さんも一緒に積読消化しましょう。今回の動画では、チャレンジする100作を一気に紹介していきます。ジャンル別の内訳は、こんな感じ。個人的に好きなミステリーや SF、歴史小説が多めですね。チャプター機能で気になるジャンルに飛べますが、ぜひ自分にとって未知のジャンルの紹介も聞いてみてください。新しい本との出会いがあるかもしれません。もし気になった作品があれば、一緒に読んでみてくださいね。また、この本は今すぐ読むべきという激推し本があれば、コメント欄で教えてください。それでは100作紹介、スタートです。長丁場ですが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。まずはミステリー小説から。1作目はアガサ・クリスティの短編集ですね。植物を使ったトリックについて調べている時に買って、読書という1話だけ読んだんですが、他12話が未読のまま残っていました。2作目はボーンコレクター。これは何で買ったのかは思い出せません。アンダクイス探偵ものを読みたかったのかな。リンカーン・ライムシリーズの第1弾だそうで、この作品が好みだったらシリーズの他作品も読んでみたいです。3作目は森から来た少年。確か X でこの印象的な表紙を見て購入した気がする。優秀な弁護士が失踪したいじめられっ子を探す話。その弁護士が協力を仰いだのが、幼い頃にたった一人で森で育った過去を持つ天才調査員、ワイルドらしいのですが、そのワイルドがこの表紙の少年なんでしょうか。あらすじだけでも謎が多い作品で期待が高まります。4作目はナイトホークス。ベトナム戦争に端を発する殺人事件を暴いていく刑事が主人公のハードボイルド小説。20回以上出ているハリー・ボッシュシリーズの第1弾です。5作目はノースライト。北からの光線が差し込む信濃夜明けの湧いて建築士青瀬実の最高傑作であるというあらすじに惹かれて購入しました。私は茅辻幸人さんの館シリーズのファンなもので、ミステリー×建築に惹かれてしまいます。作者の横山秀夫さんはクライマーズハイ、ナ玉4で知られている作家さんですね。6作目は葉桜の季節に君を思うということ。この作品はいろんな方がおすすめしている気がします。素人探偵のもとに持ち込まれた霊感商法事件の意外な顛末、そしてあなたは最後の一文までただひたすら驚き続けることになるとかなり煽ったあらすじ文なのですが、どれほどの驚きが待っているのか楽しみです。7作目は国士舘殺人事件。本作は夢の旧作のドグラマグラ中井秀夫の虚無への供物とともに日本探偵小説史上の三大奇書に数えられています。まだ3作品とも読めていなくて、ついに手を出そうとしているのですが、どれほど奇怪なのか、ちゃんと最後まで読めるか少し不安です。皆さんはどれか読んだことはありますか？8作目は花束は毒。SNS でよく見かけていて手に取りました。第5回未来や小説大賞の受賞作です。あらすじは、憧れの家庭教師が結婚を前に脅されていることを知り、生徒の僕が探偵事務所に調査を依頼。すると探偵が中学時代にいじめに遭っていたいとこをえげつない方法で救ってくれた先輩の理科だったという内容。探偵ものが大好きなので楽しみです。9、10、11作目はまとめて、あげたか野間山人先生が描く正義と権力シリーズの3作です。社会派ミステリーが読みたいと思った時にまとめ買いをしていたんですが、これを機に読み切りたいと思います。12作目は可燃物。直木賞作家の米沢ほのぶ先生初の警察ミステリーです。短編集なんですが、実は1作目はすでに読んでいます。私、これを長編小説だと思って読み始めたんですよね。登場人物にもマーカーを引きながら、これからどう事件が広がっていくんだろう、とワクワクしながら読んでいたら、プツンといきなり終わってしまって、そのショックから残りの4作が手つかずのまま残っていました。いや、最初にあらすじを読んでおけよって話なんですが、たまにこういう長編と思っていたら短編集だったということがあります。こういう勘違いって本好きさんのあるあるでしょうか？ 13 作目は嘘。本作は2024年に隠し事というタイトルで映画化していました。ミステリーでありながら家族小説でもあるという切ないお話みたいです。14作目は教会。本作は2025年の小説ベストには出ている方がたくさんいたため購入してみました。柚木優子先生の作品は古老の字を読んだことがあります。その時も精神を削られたのですが、
本作もなかなか重たそうで、少しあらすじを紹介すると、幼女2人を殺害した女性死刑囚が最後に残した言葉、約束は守ったよを込めて、彼女の刑が執行された後に身柄引き受け人に指定された主人公が、彼女が最後に残した言葉の真意を探るというお話です。ということで、もうすでに起こってしまった事件、しかも犯人の刑も執行済みという、もう変えようがない事実がある状況で、主人公は、そして読者の私たちは何を感じるのか、精神状態がいい時に読みたい。15作目は、ベンスー殺人事件。1920年代から1930年代頃に活躍したアメリカの推理作家、バンダインのデビュー作です。これは積読と言いますか、Kindle Unlimited でずっと借りっぱなしにしている作品ですね。Kindle Unlimited は20冊まで自分の端末にダウンロードしていつでも読むことができるんですが、その返却期限日がない図書館みたいな機能に甘えて、ずっと読めていませんでした。今年こそ読みます。16作目は、月長石。1868年に出版された本作は、最初にして最良の探偵小説と称される5点作品です。ミステリー好きとしては押さえておきたい作品ですね。17作目は、めぐれと殺人者たち。日本人にとっては、名探偵コナンのめぐれ警部の方が馴染み深いですが、元ネタは、ジョルジュ・シムノンが書いた、めぐれ警視です。本作は、めぐれシリーズの最高傑作とも言われているんだとか、楽しみです。18作目は、完全記憶探偵エモスデッカ、ラストマイルです。本作、あらすじをよく読むと、シリーズ第2弾らしい。第1弾を読まないとネタバレを食らってしまうでしょうか。もし記録の方がいたら、教えてください。完璧な記憶力で全て謎を見通す異能の探偵が主人公らしいです。FBI らしいですし、ミステリーというよりはサスペンス寄りなのかもしれません。19作目は、眼中の悪魔。本格編山田風太郎ミステリー傑作聖一です。法が忍法中な魔界転生など異能力バトルを時代小説に取り入れた山田風太郎先生ですが、ミステリーも多数発表していたそうで、本作はミステリー作品の長短10編が収録されています。20作目は境界線。佐藤健さん主演で映画化もした守られなかった者たちへ。その作品に続く宮城県警シリーズ第2弾がこの境界線です。第1弾の守られなかった者たちへはすでに読んでいまして、ショート動画で紹介しているため、よろしければご覧ください。前作と同じく宮城県警捜査一課を舞台に、東日本大震災による行方不明者と個人情報ビジネスという復興の闇を照らし出していく社会派ミステリーだそうで、また読了後にじっくり考えさせられる作品となりそうですね。21作目は共犯マジック。人の不幸の実を予言する占い師を偶然入手した7人の男女がそれぞれの犯罪に手を染めるという話。あらすじからも不気味な雰囲気が伝わってきます。22、23、24作目はまとめて、シークレット・オブ・シークレッツでも話題沸騰中の著者、ダン・ブラウンの3作です。正直に申します。この3作、買ったことをすっかり忘れていました。買ってたね、いつ？もう5、6年前かもしれません。怖い。積読消化の企画を思いついて本当に良かったです。ダン・ブラウンの最新作、シークレット・オブ・シークレッツが気になっていたんですが、購入するのはこの3作を読み終わってからにしようと思います。ミステリー小説の最後、25作目は、カエルの小指は、マーダー・オブ・クローズ。前作のカラスの親指、バイルール・オブ・クローズ・サムはすでに読んでいて、彼らにまた会えると思うと嬉しいです。久々に派手なペテン仕掛けるぞ。さて、今回はどんなペテンが待っているんでしょうか。次は SF 小説。26作目は、鋼鉄都市です。SF 小説のおすすめの中に高確率で登場する作品です。ロボット工学の三原則の盲点に挑んだ SF ミステリの金字塔と歌われており、きっと読み始めたら止まらないやろうな。27作目は火星の人。映画オデッセイの原作ですね。本作の著者アンディ・ウィアが書いたプロジェクトフェイル・メアリーが2026年3月に映画化されるのはご存知でしょうか。私は先日この作品を読みまして、本当に面白かった。ほら、火星の人も面白いに違いないと期待値が上がっています。28作目は以上アノマリー。この真っ赤な表紙が印象的ですよね。フランスの作家エルベルテリエの作品で、2020年にフランスで最も権威のある文学賞の一つ、コンクール賞を受賞しています。殺しやぐれない作家、軍人の妻、がんを告知された男が、一つの航空機に乗り合わせ、というお話らしいです。SF であり、衝撃のエンタメ作品と謳われているため、どんなサプライズが待ち受けているのか楽しみですね。29作目は、幸せの理由。本作はなんと2回買っていました。これも積んどくあるあるでしょうか。9編収録された短編集で表題作の脳内の化学物質によって感情を左右されてしまうことの意味を探るというあらすじに惹かれて購入しました。30作目はあまたの星、宝冠のごとく。本作も短編集ですね。地球からの異星調査隊が不思議な共生生物と出会い深い関係を結ぶ話や、
55年後の自分と2週間だけ入れ替わった男女が驚愕の未来に当惑する話など、ザ・ SF 小説といったお話がたくさん入っていそうです。31作目は星なきクラウン、ジェームズ・ロリンズによるムーンフォールサーガシリーズの第1作目です。全米で1500万部を超えるベストセラーシグマフォースシリーズを書いた著者が構想に10年をかけた大作。舞台は起点が止まった惑星アース。片側は灼熱の世界、もう片側は暗闇に閉ざされた氷の世界で、盲目の少女が月の落下による世界崩壊を阻止しようと奮闘する壮大な SF ファンタジーです。32作目は1984年、2025年夏頃から早川書房が創立80周年を記念して様々なキャンペーンをしているのはご存知でしょうか。そのキャンペーンの一環で早川書房作品が 50% だったか 60% だったかポイント還元をしている時期がありまして、本作はその時に買い漁ったうちの一冊です。村上春樹さんの作品1984のタイトルの元ネタになっている作品ですね。ディストピア小説なので明るい話ではないと思うのですが、心して読みたいと思います。33作目は112263。スティーブン・キングはスタンドバイミーなど映画は見たことがあるのですが、まだ小説を読めていませんでした。過去へ旅することのできる扉の存在を知った男はケネディ暗殺をしに挑むというとても気になるあらすじ。常駐で巻と3巻もあるためなかなかボリューミーなのですが、その分物語の世界にどっぷりハマれそうですね。34作目は息吹。あらすじに AI の未来を描くという文言があり購入しました。私はプログラマー SE の経験もあるため AI とかプログラミングとか IT 関連の小説は気になります。東野圭吾さんのプラチナデータとかもあらすじに惹かれて読んだ気がしますね。35作目は高い城の男。アンドロイドは電気羊の夢を見るかの著者フィリップ・K・ディックの作品です。第二次世界大戦でもし日本とドイツが勝っていたらという異世界の話らしいです。フィリップ・K・ディックはアメリカ人ですが、この小説はアメリカ人が読むのと日本人が読むのとでは受け取り方が変わるんじゃないかな。いや、まだ読んでいないため何とも言えませんが、実際に読んで確かめてみたいですね。36作目は貴女の物語。男性絶対優位の独裁体制が敷かれた近未来国家、出生率の激減により支配階級の子供を産むための貴女たちは自由と人間性を奪われた道具でしかないというあらすじからしてしんどいお話です。出生率の低下にどう対処するかは現代日本でも大きな課題ですよね。もしこうなったらという想像の世界を読書を通して体験していきたいと思います。まあ現実では男性絶対優位の世界なんてごめんですけどね。37作目は夏への扉審判。本作も早川のキャンペーンで買ったんじゃなかったかな。 SF の名作として有名な作品。冷凍睡眠で30年後の2000年へと送り込まれた僕が失ったものを取り戻すお話です。38、39作目は伊藤計画さんの作品です。虐殺期間は 9.11 を経て先進諸国はテロを一掃したが、後進諸国では内戦や大規模虐殺が急激に増加していたという話。ハーモニーは日本 SF 大賞を受賞した作品で、34歳で悪性腫瘍のため急逝した著者の遺作でもあります。ご病気がなければもっとたくさんの SF の名作を作られていたんだろうと思います。数少ない作品を噛み締めて読みます。40作目は地図と拳。直木賞と山田風太郎賞を受賞した小川聡さんの作品です。以前2025年読んだ小説ベスト10の動画で小川聡さんの君のクイズを紹介しました。本作は日露戦争前夜、満州の名もなき都市に呼び寄せられた人々を描いた歴史 SF 小説です。君のクイズは気軽に読める作品でしたが、本作は上下巻ということもあり、しっかり時間を作って読むことになりそうですね。41作目はタイタン。思考の AI タイタンにより社会が平和に保たれた未来の話。そうです。これも AI という単語に惹かれて買いました。単純。42作目は3体。ここには1作目しか載せていませんが、3対2の上下巻、3対3の上下巻も購入しています。つまり合計5冊。これもいつかは読むんだからどうせ習おう安くなっている時にと早川キャンペーンの時にまとめ買いしました。絶対読み始めたら止まらないことは分かっていますが、何分5冊となるとかなりの分量のため尻込みしています。でもこの100作チャレンジを機に読みたいと思います。43作目は新世界より全3冊合本版。第29回日本 SF 大賞受賞作で1000年後の日本が舞台のお話です。念動力を使えるようになった子供たちがやがて隠された先進文明の一端を知りというお話です。1000年後の日本から見た先進文明とは今の私たちが暮らす時代のことなんでしょうか。今の私たちが平安時代のことを知るみたいな感覚ですかね。どんなお話になるんだろう。
読む前であればいくらでも妄想できますね。SF 小説最後の作品、44作目は、神狩り情報工学の天才である主人公が弥生時代の遺跡で発見された古代文字の解明に挑む話です。あらすじには主人公の心に突然現れた男が全て忘れろと叫ぶ場面もあり、超重的な存在との遭遇も描かれるようです。私は古代文明も大好きでして、日本の古墳とかフランスのラスコー洞窟とか古代文明が残したものに興味があります。本作は正直買ったことを忘れていたんですが、おそらく弥生時代の遺跡という言葉に惹かれたんだろうな。せっかく存在を思い出せたので早めに読みたいと思います。続いては歴史、時代、戦記小説。45作目は北条の虎鉄鴨の町名伝。随筆、北条記を書いたことで有名な鴨の町名の物語です。歴史系の小説はこの人のことをもっと知りたいと思って手にすることが多いですね。46、47作目は高田貴文さんの小説。私は弥生時代末期を舞台にした小説を書いています。概要欄にリンクを貼っておくので、よろしければご覧ください。その小説を書いていた時に、古事記などの参考文献とともに購入していた2冊です。この2冊は、古事記に登場する神、された彦と、天皇家に仕えた女官の芍薬名、宗目をタイトルに含んだもので、古事記時代の世界観の参考になるかと思い購入しましたが、時間が取れず読めていませんでした。あらすじを読む限り、現代の民族学者が隠された古代史を解き明かしていく歴史ミステリーらしい。歴史もミステリーもどちらも大好きな身としては、非常に惹かれる物語です。48作目は、利休に尋ねよ。茶道といえば、大多数の人が、千利休の名を思い出すのではないでしょうか。第140回直木賞受賞作です。49作目は、燃えよ剣。新選組の副長、土方歳三を主人公とした司馬遼太郎氏の作品です。何度も映画化、ドラマ化しており、2021年には岡田准一さんが主演で映画化したことで再び話題になりました。50作目は、泣く日もゆ。第二次世界大戦後、永久戦犯に指定され、文官として唯一、公主刑となった元首相、広田光輝の生涯を描いた物語です。毎日出版文化賞、吉川英治文学賞の受賞作でもあります。はい、ここで折り返し地点、まだまだ半分残ってます。ここまでで気になった作品はありましたか？または、これすでに読んだよっていうものがあれば、コメント欄で教えてください。ネタバレはなしでお願いしますね。さあ、それでは後半戦です。もう半分、お付き合いください。51作目は、極との望み。2013年に第7回小説現代長編新人賞を受賞した著者のデビュー作です。日本で初めて火を使わない鉄砲を作った名家事師、国友藤兵衛の人生を描く長編小説。鍛冶職人に興味があったため購入していました。52作目は熱源。第162回直木賞受賞作で、樺太半島を舞台にした歴史小説です。日本人にされそうになったアイヌと、ロシア人にされそうになったポーランド人。文明を押し付けられ、それによってアイデンティティを揺るがされた経験を持つ二人が、樺太で出会い、自らが守り継ぎたいものの正体にたどり着く。国際社会となり、いろんな文化が入り乱れる現代だからこそ、読んでおきたい小説だと思います。いや、そう思ってんなら、積んどくせずに早く読めって話ですけどね。53から55作目はすべて藤沢周平さんの作品です。以前、読書家の知り合いと話していた時に、私は昭和時代に活躍した〇〇という作家さんは、男性優位の色が強すぎて読みにくいと伝えました。すると、その知り合いが藤沢周平さんは読みやすいよと勧めてくれたのです。そうなのか、過去の歴史小説も読んで勉強したいし、それなら買ってみようかなと思って手に取ったのがこの3作です。ごめんなさい。せっかく勧めてもらったのにまだ読めておらず、今年こそ読みます。56作目は言葉伝説殺人事件浅見光彦シリーズ。これは言葉伝説について書かれているからと、歴史、時代小説のジャンルに入れてしまいましたが、もしかするとミステリーなのかもしれません。どこまで歴史のことを扱っているか未読の他のわからず、もしジャンル違いだったら申し訳ないです。上級の乱で沖に流された後鳥羽上皇が絡んだ事件のはずです。57作目は高根氏。1959年に第41回直木賞を受賞した短編、高根氏を含む、平岩弓江さん初期の作品を集めた短編集です。受賞作、高根氏はすでに読んだのですが、残りの話が未読だったため、読み進めたいと思います。58作目は卑弥呼。邪馬台国などが登場する弥生時代を舞台に、大陸の関東の通訳を務める一族の子が主人公の物語です。これも弥生時代の雰囲気をつかむ参考にと購入したのですが、まとまった時間が取れず読めていませんでした。観音の名の国王院と刻まれた金印など、私たちが一度は教科書で見たことがあるようなものも登場するようです。59作目は、亡国のイージス。日本推理作家協会賞、日本冒険小説協会大賞、大藪春彦賞をトリプル受賞した海洋冒険小説の傑作です。2005年には防衛庁、海上自衛隊、航空自衛隊協力のもと映画化もしています。
60作目は浦寂し川。こちらは第164回直木賞受賞作で6話収録された連作短編集です。江戸千駄木町の一角、小さくよどんだ川のそばで暮らす人々の物語です。千駄木といえば上野の北西に位置する町ですね。今でも古い町並みが残っている地区ですが、江戸時代はどんな様子だったのか読むのが楽しみです。61作目は早急のすばる全4冊合本版。浅田次郎さんが書かれたベストセラー小説です。中国新朝末期、貧しい少年が自ら上進、虚勢し、宦官となって西太后のもとに出資、官僚階級を上り始めるというお話です。早急のすばるはシリーズ化されていて、なんと続編が6作も出ているらしい。すでに早急のすばるだけで4冊あるのに、さらに増える？しかも続編のうち3作は、これまた4冊ずつある？一度読み始めてしまったら、恐ろしい時間が吸い取られそう。ただ、第1作目の初版から30年を迎える2026年、ついにこのシリーズは完結を迎えるらしい。シリーズ最後の完結編タイトルは、群青の夢。読み始めようと思った年に完結を迎えるなんて運命的です。これも覚悟を決めて読むしかありませんね。62作目は、伊能忠敬、日本を測量した男。55歳で隠居後に日本地図を作り始めた伊能忠敬の物語です。歴史、時代、前期小説、最後の作品。63作目は海賊と呼ばれた男。第10回本屋大賞受賞作で、出光興産創業者の出光佐三をモデルとした主人公の物語です。出光といえばガソリンスタンドで馴染みがある方も多いと思います。髪がなびいた太陽シーアポロの横顔のマークが印象的ですね。戦後の日本を復興させた経営者の方々は、ノンフィクションの本で読んでもとても力強い。小説ではどのように描かれているのか楽しみです。次はファンタジー、伝記、冒険小説。64作目は無法地帯の騎士、聖母のレリック。黒死病がヨーロッパに暗い影を落としていた1351年を舞台に、イングランドの騎士と下方を狙う許嫁からに出てきた淑女の物語。ベストセラー作家ボイド・モリソンが美術研究者の実前ですとタッグを組んだ歴史アクションです。65作目は恋野菜。田崎玲さんといえば霊園で国物語で話題の作家さんです。本作はデビュー作に外伝に兵を加えた作品。どんなファンタジーが待っているのでしょうか。66作目は今昔百鬼周囲月。実はまだ京極夏彦さんの作品を読んだことがありません。いや、正確には唐の物語リミックスという柳田邦夫さんの唐の物語を新釈した本は読んだことがあるのですが、京極夏彦さん単独で書かれた作品は初です。鬼、カッパ、天狗の3作品が収録されているらしく、シンプルなタイトルにどんな物語が詰まっているのかワクワクしています。67作目は図書館の魔女全4冊合本版。第45回メフィスト賞を受賞した作品で、確か2025年に続編が発売されていましたよね。続編のお知らせを SNS で拝見して、そろそろ本編を読まなければと思い腰を上げることにしました。ファンタジー、伝記、冒険小説、最後の作品です。68作目はクスノキの番人。2026年1月30日からアニメーション映画が公開される本作。数々の実写化をしてきた東野圭吾さんですが、意外にもアニメ化は初めてだそうです。確かにいつもはミステリーが多いですもんね。東野圭吾さんの作品はミステリーももちろん好きですが、波や雑貨店の奇跡のようなちょっと不思議なことが起こるハートフルなお話も大好きです。今回も波や雑貨店の奇跡のような雰囲気なんでしょうか。次はホラー、スリラー小説。69作目はミスト短編傑作選。スティーブン・キングを読むならまずはこれと書いてあったため買ってみました。70作目は変な家、文庫版。映画化でも話題になった変な家。ホラー小説はほとんど読んだことがないのですが、文庫版には本書のキーマン、絶景師栗原さんによる後書きも収録されているそうで、気になったので購入しました。怖いかな？ミステリーに慣れていれば大丈夫なんかな？ちょっとドキドキです。続いて、児童文学。71作目は失われた者たちの本。全米図書館協会アレックス賞受賞作。12歳の少年が赤ずきんが生んだ人狼、醜い白雪姫、子供をさらうねじくれ男など、おとぎ話の登場人物たちがうごめく物語の世界に迷い込む話です。児童書ならではの異世界冒険楽しみです。大人だって児童書で心温まりたい時はあります。72作目は紙コップのオリオン。主人公は中学2年生の男の子。母親と血のつながらない父親と妹と暮らしていましたが、ある日母親が趣味のカメラを持って撮影旅行に出て行ってしまいます。いつ帰るかわからない母親、楽天的な父親と妹と何とか暮らしていくが、というお話です。生まれる時も死ぬ時も一人きり。だけど誰にも迷惑かけずに存在できるものなんかどこにもない、というあらすじに惹かれて買いました。次は青春小説。73作目はカラフル。たびたび映画化をし、累計100万部突破の傑作青春小説です。
生前の罪により輪廻のサイクルから外された僕が、自殺を図った中学3年生の少年の体に入り、自分の罪を思い出そうとする話です。74作目は、死にがいを求めて生きているの。以前、浅井亮さんのスターという作品を動画で紹介しました。本作は、自滅へひた走る若者たちが抱えた、見えない傷と祈りに触れる物語。どんな鋭い比喩表現に出会えるのか楽しみです。本作は伊坂幸太郎さんの呼びかけで始まった螺旋プロジェクトのうちの一作だそうです。共通ルールを決めて原始から未来までの歴史物語をみんなで一斉に書くというプロジェクトで、大森久大さん、沢田東子さん、天野澄樹さん、薬丸学さん、犬井るかさん、浅井亮さん、吉田敦弘さん、伊坂幸太郎さんの合計8人が参加しています。発案者の伊坂幸太郎さんは2作書いているため、作品数としては9つですね。このうち浅井亮さんの本作は平成を担当しています。共通シーンや象徴、モチーフが登場しているそうで、そんなこと言われたら、後の8作も気になっちゃいます。人気作家さんたちでこんな面白そうな遊びをしていたなんて最高すぎます。75作目は、あかねさす。永井美智子さんの作品は、以前に平安時代が舞台の小説6選の動画で、藤原道長を主人公にしたこの妖場を紹介しました。こちらがとっても読みやすかったんですよね。歴史小説ではあるんですが、平安時代の貴族の階級を、社長とか課長とか現代人が想像しやすい役職で例えてくれたりして、伝え方が天才的な作家さんだなと思っていました。本作は大学生時代にゼミで勉強した万葉集のぬかたの大君の生き方に惹かれていく女性の物語です。青春小説最後の作品です。76作目はカムサリナーナー日常です。あらすじが短めなので読みますね。高校卒業と同時に平野祐希が放り込まれた三重県の山奥カムサリ村。林業に従事し自然を相手に生きてきた人々と出会い、チェーンソー片手に山仕事を先輩の鉄拳ダニヤヒルの襲来。しかも村には秘密があって、林業にゆるくかける青春。なんだかあらすじからして笑える小説になりそうです。続いて純文学です。77作目は最愛の子供、女子高生3人が異児家族を演じる話だそうです。純文学は昔の文豪の作品以外あまり読んだことがないのですが、そろそろ挑戦してみようと思い購入しました。78作目は告白。YouTube チャンネル出版区女川聡さんが出演されていた時に、町田光さんが大好きなんだとお話しされていました。町田光さんが小説の書き方を講義する動画を見たことがあるのですが、そういえばまだ読んだことがないなと思い購入しました。本作は比較的新しい積読本ですね。79作目はボロ屋の春秋、桜島、日の果てなどの戦争小説の終作を残した梅崎春夫さんの短編集です。7編収録されています。80、81作目は平野啓一郎さんの作品です。これまた純文学に挑戦してみようと思った時に、YouTube でいろんな動画に出られている平野啓一郎さんの作品を手に取って見ることにしました。春男は2022年に描かされ、妻夫木聡さん、安藤サクラさん、久保田正孝さんといった人気俳優さんたちが出演しています。本心は2040年代の日本が舞台のお話のようです。ちゃんとこれらの作品を理解できる器が自分の中にあればええな。続いては現代小説。82作目は十字架。私、重松清さんの小説が大好きなんです。ベストセラーとなったトンビはもちろん、喫音の中学の非常勤講師が登場する連作短編集青い鳥など、じんと心温まる作品がたくさんあります。本作の十字架は吉川英治文学賞受賞作で、いじめを苦に自殺した少年の遺書に僕の名前が書かれていた。少年は僕を親友と呼んでくれたが、僕はいじめをただ黙って見ているだけだった。という辛いあらすじです。僕がどんな選択をするのか見守りたいと思います。83作目はパター。2007年から2009年にかけて発生した首都圏連続不審死事件を題材にした小説です。結婚活動を利用し、複数人の男性を死に追いやった殺人犯をモデルにしています。最初に出版されたのは2017年ですが、2024年に英語版が出版されると大きな話題を集め、2025年にはイギリスの文学賞を受賞しました。実は本作は最初の説はすでに読んでいます。その説には視点主である週刊誌記者の女性と犯人をモデルにした女が対面するシーンがあったのですが、犯人の言葉によって女性記者のその後の言動が変わっていることに薄気味悪さを感じ、一度本を閉じてしまいました。きっとその先に得るものがあると信じて、続きを読みたいです。次は古典。84から92作目は古典文学級作品。ヘミングウェイ、ドストエフスキー、ニーツェなど、誰もが名前だけは聞いたことがあるであろう作家が目白押し、いつか読もうと Kindle Unlimited で借りっぱなしにしている作品も多いです。頑張って読み進めたいと思います。最後は一般書エッセイです。93作目は
フォード博士の脅威の動物行動学入門。動物の秘密。完全にタイトル外ですね。動物たちの生態や社会性に興味があったので手に取りました。94作目は若い読者のための世界史。改訂版。1936年に初版が刊行された本の改訂版です。2割くらい読んだところで止まっているので最後まで読み進めたい。同じシリーズでは若い読者のための考古学史、若い読者のための宗教史も入手済みです。若い読者という言葉が似合わなくなる前に、もうなってるかも早く読み進めたいと思います。95作目は言語が違えば世界も違って見えるわけ。あらすじを読むと、ホメロスの世界ではブドウ主食の海が広がり、鉄色の空に星が瞬くとあります。ホメロスの本には青が一切出てこないそうで、言語が私たちの文化、精神、思考にどのように関わっているのか見ていく本のようです。古典ジャンルでホメロスのオデュッセイアを読もうとしている私にとってドンピシャの本です。どちらを先に読むか迷いますね。96作目はいまいちはなぜ生まれるのか脳が生み出す通らない企画です。漫画 QED 証明終了で有名な漫画家加藤元弘さんが書かれた本です。いまいちなアイディアで妥協せずより良いものを作れるようになろうという本でしょうか。あらすじに創作をするためのとありますが、クリエイターに限らずビジネスパーソンにも刺さる本だと予想しています。97作目は私の都政日記です。戦前、戦後を通じて半世紀にわたり活躍した女優、高峰秀子さんのエッセイです。エッセイを読むことは少ないのですが、本作は SNS で誰かがおすすめしていたんですよね。誰だったかな、思い出せなくてごめんなさい。あらすじの青年、黒澤明との初恋にも興味を惹かれ、購入を決意しました。98作目は日本史で学ぶ経済学です。創世を知れば仮想通貨がわかる？働き方改革は徳川吉宗に学べ？織田信長はプラットフォームビジネスの先駆者？という気になる宣伝文句が満載。歴史を読み解きながら経済学の知識を身につける一冊です。99作目は人はなぜ言葉を使えるか、脳と心の不思議です。1998年と少し古い本なのですが、失語症研究の第一人者の方によって書かれています。言葉を失った時、心はどうなるのかというあらすじにあった問いに惹かれ、購入しました。いよいよ最後の一作です。ここまでお付き合いくださった皆様、本当にありがとうございます。100作目は人はなぜ戦争をするのか。1932年にかの有名な科学者アインシュタインと心理学者フロイトが交わした手紙が掲載されています。そしてその手紙を解剖学者の養老孟司さんと精神科医の斉藤玉樹さんが解説した本です。令和の時代になっても世界から戦争はなくなっていません。一人の人間にできることは限りなく小さいですが、知っておくことはできると思い、本書を読んでみようと思います。以上、2026年読破チャレンジする積んどく本100作品でした。こうして改めてあらすじを読んでみると、どれも面白そう。そりゃそうか、興味を惹かれたから買ったんだから。読み始めたら絶対ハマるのに、なんで後回しにしてしまうんでしょう。でも、今年は皆さんに報告するというプレッシャーもありますし、きっと読み進められると信じています。繰り返しになりますが、2月から毎月読書の進捗を報告していきます。ぜひチャンネル登録をして一緒にこのチャレンジを見守ってください。そしてもしよければ、あなたの今年読みたい本や積んどく本の数もコメント欄で教えてくださいね。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。